皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日のテーマはことの違いです。簡単すぎるよと思った方、まずはこちらの問題をやってみてください。この4つの文それぞれに正しければ丸、間違っていれば×をつけてみてください。では始めましょう。はい、丸か×か分かりましたか？答えは全部×です。こととのは簡単に見えますが、上級者でも間違えることが多い文法なんですね。そこで今回、アルバムと1枚の写真というイメージを使ってそれらの違いを説明します。この動画を見てこととの違いをしっかり理解しておきましょう。こととのは多くの文で両方使うことができます。例えば、食べることが好きです、食べるのが好きですや、山田さんが旅行に行ったことを知っていますか？山田さんが旅行に行ったのを知っていますか？のように両方使えますね。しかし、こととのには意味に大きな違いがあります。ことは行動や出来事の全体を表しますが、のは動作や出来事を一つだけ表します。と言っても分かりづらいと思うので、ことはたくさんの写真が入っているアルバム、のは1枚の写真をイメージしてみてください。ことはアルバムのように行動や出来事の全体を表します。一方でのは1枚の写真のように動作や出来事を一つだけ表します。先ほどの例を使って具体的に考えてみましょう。食べることが好きですというと、いろいろな料理を食べているたくさんの写真が入っているアルバムのイメージになります。そのため、食べることなら何でも好きだという意味になります。一方で、食べるのが好きですというと、1枚の写真のイメージです。そのため、海でサンドイッチを食べるのが好きですとか、ホテルで日本料理を食べるのが好きですのように、場所や食べ物などの具体的な情報と一緒に使うのが自然です。もう一つも考えてみましょう。山田さんが旅行に行ったことを知っていますか？というと、山田さんが飛行機に乗っているシーンや旅行先で観光しているシーン、食事をしているシーンなど、さまざまなシーンがたくさんの写真として入っているアルバムのイメージになります。そのため、山田さんが旅行に行ったという事実だけではなくて、どこに行って何をしたかという情報も含めて、何か知っていますかという意味になります。一方で、山田さんが旅行に行ったのを知っていますかというと、山田さんの出発するシーンを写した1枚の写真のイメージです。そのため、山田さんが旅行に行った、出発したという事実だけ知っていますかという意味になります。このように、こととのは両方使える場合でも意味に違いがあることが分かりました。次は、この意味の違いを頭に置いて、のしか使えない場合と、こと
しか使えない場合をチェックしておきましょう。まず、のしか使えない場合です。のは1枚の写真で動作や出来事を一つだけ表すでしたね。このイメージからのしか使えない時があります。一つ目は見る、聞く、感じるなどの動詞が後ろにつく時です。例えば、泥棒が走っていくのを見た。妹が歌っているのが聞こえる。部屋に誰かがいるのを感じた。このような見る、聞く、感じるなどの知覚を表す動詞は一瞬の動作ですから、一枚の写真のイメージを持つのしか使えません。二つ目は手伝う、止める、待つなどの動詞が後ろにつくときです。例えば、先生の荷物を運ぶのを手伝った。祖父が退院したがるのを止める。友達が来るのを待っている。このような手伝う、止める、待つなどの動詞は漠然と行うのではなく、状況に合わせて行う動作ですから、一枚の写真のイメージを持つのしか使えません。次はことしか使えない場合です。ことはたくさんの写真が入ったアルバムを使って行動や出来事の全体を表すでしたね。このイメージからことしか使えない時が2つあります。1つ目は書く、伝える、話すなど誰かに何かを伝える動詞が後ろにつく時です。例えば、日記に日本を旅行したことを書いた。部長に会社を辞めることを伝えた。友達に彼と喧嘩したことを話した。このように誰かに何かを伝える動詞を使う文では、細かい動作ではなく行動や出来事の全体を伝えますから、アルバムのイメージを持つことしか使えません。2つ目は祈る、約束する、決めるなど自分の意思を表す動詞です。例えば、世界が平和になることを祈るという文なら、世界が平和になるの中に戦争が終わったり、食べ物が十分にあったり、みんなが安心して暮らせるシーンがたくさんの写真になってアルバムに入っているのがイメージできます。他にも、もう嘘はつかないことを約束した。日本の大学を受験することを決めた。このように自分の意思を表す動詞を使う文も細かい動作ではなく行動や出来事の全体を伝えますから、アルバムのイメージを持つことしか使えません。いかがでしたか？こととのの違いを復習しましょう。ことはたくさんの写真が入っているアルバムを使って行動や出来事の全体を表します。のは1枚の写真で動作や出来事を一つだけ表します。その違いから見る、感じるなどの一瞬の動作や手伝う、待つなどの状況に合わせて行う動作が後ろにつくときは、1枚の写真のイメージののしか使えませんでした。また、書く、伝えるなどの誰かに何かを伝える動詞や約束する、決めるなどの意思を表す動詞が後ろにつくときは、行動や出来事の全体を伝えるので、アルバムのイメージのことしか使えませんでした。このこととのは
上級者になっても間違いやすい文法ですので、この2つの違いをしっかり理解しておきましょう。メッシュクラスでは教科書では学べない視点から日本語の文法や語彙を学ぶことができます。今なら期間限定で JLPT の語彙コースが無料で使えますので、ぜひアクセスしてみてくださいね。この動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。